こんにちは。テコンドーアクションアカデミーです。今回のテーマは WT テコンドー3種類の180度ターンキック、超近距離ターンキック、超遠距離突進型ワンステップターンキック、カウンター型バックステップターンキックです。180度ターンキックはテコンドーの代表的な蹴り技であるため、今まで3つの動画を作成してアップしています。説明欄でも関連動画として紹介していますが、3つの動画のタイトルをこちらでもお伝えします。WT テコンドー180度ターンキックチュートリアル、基本的なやり方とポイントを5段階練習法とともに紹介。気をつけるべき2つの注意点もお伝えします。威力抜群、空手家式180度ターンキックチュートリアル、テコンドーの蹴り技を空手に取り入れたい方は必見です。たった一つのことで威力が跳ね上がる、180度ターンキックの威力もスピードも上げる方法。もしよろしければ、この動画と合わせてぜひご覧になってください。それでは、今回ご紹介する3種類の180度ターンキックですが、先にそのリーチ、イコール射程距離について補足説明します。まず、180度ターンキックという技のやり方ですが、前足を軸にして背中側へ180度回転してから軸足だった前足で蹴る技です。ご覧ください。この通常のターンキックは回転が終わる直前に軸足の足先で地面を蹴ることによって蹴る高さも距離もかなり自由に調整することができます。こんな感じです。上に飛んでから蹴る。軸足の上足底部で床を強く蹴って大きく前に飛ぶ。着地しながら蹴る。慣性の力が強いので蹴った後はクリンチ。ただご覧いただいたように調整をすればするほどフォームは崩れ、ターンキックというよりはターンしてからのキックになってしまいます。そこでおすすめなのがステップを使った180度ターンキックです。今回はタイトル通り超近距離ターンキック、超遠距離突進型ワンステップターンキック、カウンター型バックステップターンキックをご紹介します。まずは超近距離ターンキックをご覧ください。手が届くぐらいの超近距離の間合いからわずかに下がりながらのステップで距離を取りターンすることでほぼその場での超近距離ターンキックができます。続いて超遠距離突進型ワンステップターンキックですが、先に少し補足します。後ろの足を普通に前に一歩出すだけのワンステップターンキックと比べ、突進型は結構勢いをつけて一歩を出します。そのため射程距離イコールリーチはかなり伸びるのですが、勢いがある分その一歩からターンキックにつなげるのが難しくなります。一歩目の足を置く位置やステップからターンにつなぐタイミングを間違えると勢いに体が持っていかれバランスを崩したり正面ではなく斜め方向に進路がずれたりします。また前方への慣性の力も強く働く分距離を調整するのも難しくなります。この距離調整をミスると蹴る前に相手にぶつかったり蹴った後相手に体当たりすることになります。ということで難易度は少し高めの技になります。ただ使いこなせるようになると超遠距離周りでの強力な武器になりますので練習する価値のある技だと思います。それではご覧ください。構えた状態から
後ろの足をまっすぐ前方に振り出しながら軸足を回転させ、振り出した足が着地すると同時にそれを軸足にしてターンを開始、視線を対象に固定してステップの勢いをそのままターンにつなげる。着地する前に蹴り出し始めて勢いを蹴りにつなげる。蹴る時も対象をまっすぐ見続けてバランスをキープ。蹴り終わった時に対象にぶつからず体の軸を維持して次の蹴りをすぐ打てるようにできるとさらに良いです。なお、体力が落ちると真っ先に衰えるのは平衡感覚です。実際、私自身息が上がった状態だと斜め方向にずれたり、蹴る前に対象にぶつかったりとかなり不安定になります。そのため、普段からどのぐらい体力が残っている時なら精度を維持できるのか、自分自身で把握しておくことをお勧めします。フラフラの状態で回転系の技を決めることができるのは、映画の主人公か運動神経が極めて高い方だけではないかと思います。それでは最後3つ目はカウンター型バックステップターンキックです。この技は後ろに半回転するステップで相手の攻撃を誘発させ、そこにターンキックのカウンターを合わせるイメージです。こんな感じです。相手に近い間合いから後ろの足を先に回転させ軸にして、前の足を一歩後ろに移動させ、着地させた元の前足を軸にしてターン、ステップの勢いで後ろに飛びながら蹴ります。最後、この技についての補足ですが、最初の一歩目のステップの歩幅で距離は調整できます。また、一歩目のステップを調整することで後ろに下がらずその場で蹴ることもできます。もしかしたら相手を前にして背を向けるステップをすることは隙になるのではと思われるかもしれません。それはその通りなのですが、この技はもともとその隙を作ることで相手の技を誘発してカウンターを決めることが狙いです。そしてその相手がこちらに突っ込んでくる攻撃を誘発しやすくするためにスライドバックで下がってからこの技につなげるのも有効です。あと、ターンキックのバリエーションの中でもこの技は見慣れないと思いますので、意外と相手の意表をつける可能性もあります。個人的には練習しておいて損のない技だと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もし少しでも参考になったと思われたら、高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like it and please subscribe to my channel.